こんばんは、マクマ不動産マフです。今日はですね、マコナリ社長が18億円ものですね、資金調達をされたっていう風に、今日ですね、動画が出されてました。で、どうでもいいよね、みたいな感じで、マコナリ社長の動画の中ではですね、そこまでむちゃくちゃ詳細を解説されてなかったので、具体的にですね、このチャンネル、モフモフ不動産見てくださっている方は、結構ね、決算書とか会社とかですね、興味ある方すごい多いと思うので、僕もですね、むちゃくちゃ興味あったんで、ぶっちゃけちょっと調べてみました。なので、わかりやすく、どういった状況なのかとか、今後どういったところにこのお金を何に使うのかとかですね、そういったことを、解説していきたいと思います。で、僕自身ですね、会社を経営していますし、そういう YouTube もやってます。で、マコナリ社長のチャンネルでですね、コラボさせていただいたり、僕のチャンネルでもですね、2つビジネスについてとか、プログラミングの話とかしていただいているんで、概要欄貼っておくんで、ぜひですね、見てみてください。で、今日の内容なんですけども、マコナリ社長はですね、資金調達しましたっていうことで、なんで、資金調達するのかとか、資金をね、集めるのはどういうことなのか、あとメリットとかね、デメリット、どういったことか、また、今回はね、狙いがどういったところにあるのかとか、概要をですね、解説します。まさかね、いつも決算解説してるんですけどね、まこさんのなんか会社の解説することになるとは思わなかったんで、怒られたりしないかちょっと不安なんですけど、多分大丈夫な話です。で、まず会社を設立するってイメージ湧きますかね。どういうことか解説します。で、会社を設立したいと思った時に、例えば若かりし頃のですね、まこさんが会社を作るんだって一年発起してですね、やりましたと。その時まず、資本金を集めなきゃいけないですね。お金を出さなきゃいけない会社にはね。今一応1円からでもですね、会社設立することはできるんですけども、資本金やっぱある程度ないと、やっぱそのお金を使って、事業を進められないので、ある程度はね、ないと、厳しいです。で、設立にはだいたい20万円ぐらいですかね、かかったりします。で、仮に300万円ですね、最初、コナリ社長がですね、なんかアルバイトとかわかんないですけど、貯めたとして、もうこれで、これを元に会社を作ったとしましょうと。で、その時の株主はもう自分が全部出すんで、100% とかですね。これ例えば、友達と 50%、で、友達が150万円、この社長が、150万円合わせて、50%、50%みたいなこととか、こうね、自由にできるんですよね。なので、そういうのは一緒に共同設立者みたいなのあったりします。ただ50%、50%で揉めた時に決めらんなくなるんで、51%と 49% とかがね、一般的だったりとかしますね。で、こういうふうに仮にコナリ社長が 100% 株主だったとして、で、社長を誰にするかっていうのもね、あって、これもね、株主が、誰を社長にするかって決められるんで、マコナリ社長がそのまま社長になりましたとかですね。これ例えば全然、僕がいきなり社長とかね、そういうことも、可能性としてゼロではないですね。実際ないですけども、そういう感じで社長も選ぶことができますね。で、その資本金をもとに、基本的にはオフィスを借りて、パソコン買って、人を雇ってですね、で、ビジネスを始めて収益を生み始めるっていうことが必要です。でも最初、資本金出せるお金やっぱ300万だとしたら、もうこれ学生とかで300万円って大きな金額だと思うんですけども、実際オフィスとか借りるとすぐなくなっていくんで、なので、そういうですね、なかなか最初にスタートアップでお金を稼ぐっていうのは結構ね、会社設立難しかったりします。で、会社のイメージ、これ復習なんですけども、マコナリ社長が株式 100% 持ってて、会社を、設立しましたと。なので、会社に対して、議決権、すべてコントロールは、最初はですね、マコナリさんができて、で、社長がマコナリ社長なので、会社でですね、アプリ開発とか、プログラミングスクールとかの、利益を出したものをですね、配当金として株主に渡すこともできるし、報酬としてですね、社長に渡すこともできるようになってます。一般的には、配当金はですね、会社の税制面でちょっと不利、経費にならなかったりとかするので、一般的にはですね、報酬でですね、100円報酬として渡すのが一般的ですね。税金面でね、配当金 20% じゃないかとか、税率 20% じゃないかって思われる方いるかもしれないんですけども、3% 以上の、持ってる、保有してる大株主の配当金って、普通に、所得税と同じですね、最大 55% かかるんで、どっち出しても多分一緒なんですよね。ちょっと社保がかかんないとかいろいろ細かいことあるんですけども、でも、会社の経費にならない、多分ね、これ予想ですが報酬で、一般的にはもらってるイメージですね。で、こうやって、最初の300円を元にお金を貯めて、会社に利益を貯めつつ、報酬をやって人を雇って、みたいなのをやってきましたと。でも、やっぱりね、もっと規模を拡大したいってなった時に、どうしてもお金が必要ですと。で、そうしたらやっぱこうね、教室をもっと大きくしたいとかですね、するとお金が必要になるので、そういった時に、資金調達をですね、します。で、資金調達の方法は大きく分かれて2種類ありますね。
一種類は、銀行から借りるってことですね。銀行からお金貸してくださいって言って借りるってことですね。ただ、これね、むちゃくちゃハードル高くって、もういきなり、設立したての会社でやっぱ赤字になっちゃうんで、そういった会社に大きくお金借りるっていうのはね、むちゃくちゃハードル高いんですよね。しかも、実績がない会社で今設立しました。じゃあ銀行金貸してって言っても、どんないいアイディア持って出しても、やっぱなかなかね、貸してくれないです。銀行はやっぱ厳しいので。なので、もう一個の手段があって、株を使った、資金調達。これがね、増資と言ったりとか、出資とか言ったりしてるんですけれども、しますと。で、これをすることで、未来に投資してくれる人を見つければですね、大きく資金をですね、調達することができます。なので、今回はこっちです。と、こっち、両方ね、銀行からもお金借りてるんですけど、メインは多分こっちの株を使った資金調達になってます。で、株を使った資金調達のイメージなんですけれども、これは本当、例え話として、土地があったとして、株がね、土地みたいなもんで、100% この土地を持ってましたよ。で、この上に、建物とか建てて、ビジネスやりたいよって思った時に、やっぱね、建物建てるにはお金がないですよ。こう開発したいよって言った時に、投資家を見つけてですね、ここに、もうすごいビジネスを作りますと。で、お金さえあれば、もう何十倍にもできてですね、こういう未来への成長ができて、で、リターンもですね、こういう利益が出せますよ。だから、お金をですね、出資してくださいって言って、出資してくれる人を見つけますとね。でもし合意できたとしたら、ここのね、土地の価値はもし合意できたら、ここのね、土地の価値はいくらだっていうのをですね、お互い合意するんですよね。例えば、今もう1億円あるよ。ここの土地のね、価値は1億円あるよ。株の価値は1億円だよって言って、で、株の 1% を、100万円でね、出資してほしいですよっていうような条件で、それ、例えばですよ、合意したりとかすることでお金をね、調達することができると。なので、今言ったみたいに、出資する人とですね、合意できれば、資金を、調達できます。なので、プレゼンテーションの能力とか、未来に対するですね、事業性とかですね、そういったところを、出資する人は見ます。で、企業価値がね、今1億円ですよっていう風になった時に 1% の株を発行しますと。なので、会社が、1% のですね、株を発行してあげて、で、その、1億円の 1% が100万円をですね、入れますと。それによって、会社はですね、300万円資本金になったのが資本金400万円になって100万円をですね、増資、資本を増やすっていうことで、お金をですね、ゲットすることができる。そのお金で、さらにですね、次の事業に行けると。で、デメリットとしてはやっぱり1% 株を渡しちゃったので、その社長が 100% 持ってたところが、1% 減ってしまうよっていう風なところがあります。で、これを、一般的に、第三者、割当増資って言って、今回は、小成社長のケースはこれだって言ってましたね。なので、株をですね、どれだけ発行したかとか、公開されてないんですけども、ある程度の株を発行することで、18億円ですね、いろんなところから、資金を調達しているような感じです。で、これね、メリットとデメリット何かっていうと、一つは、借りる側、出資してもらう側としては、やっぱりお金がないところで資金調達することができるっていうのがあります。なのでやっぱり銀行からね、むちゃくちゃお金を10億、20億引っ張ってくるっていうのは結構厳しいですね。担保はどうするんだとか、やっぱこの信用がなかったりとかすると、貸し倒れっていうのがあるので、なかなか難しいところあります。で、でも、株を調達することで、未来にかけてくれる人が見つかれば資金調達することができると。で、もう一個メリットとしては、失敗してもですね、返さなくていいんですよね。だからといって、そういう失敗する覚悟でやるっていうのはどこ言ってるわけじゃないですけども、株を、株式投資の基礎とか動画でやってるんですけれども、失敗した時にですね、株出したお金がですね、0円、株の価値が0円になるっていうことが最大のリスクなんですよね。これ、株主側、その会社側としては、返さなくていいようなお金になるんですよね。なので、その株を渡すことで、その18億円とかですね、100万円とか調達したところで、それ借金ってわけで、ね、返済は不要なんですよね。それが、資金調達のいいところです。なので、何もないところでも、そのアイディアとかね、行動力とか、そういう可能性があれば、こういうふうにお金を調達することができて、それ夢をですね、実現することができるのが、この資金調達のですね、すごいいいところで、ベンチャー企業とかですね、スタートアップとかでベンチャーキャピタルっていう会社があって、そういうところが出資したりとかですね、いろいろあったりとかしてます。で、デメリットは、やっぱり持ってるですね、会社のその株がですね、減ってしまうよってことですね。なので、今まで 100% 持ってたものが株発行するんで、その株 100% から減ってしまう。その会社のですね、自分の持ち分、土地がですね、どんどん減っていってしまうような、そういうイメージです。もうちょっとね、動画で、中で小成社長は、魂
魂を削るような、感覚かもしれないみたいなことをおっしゃってたんですけども、その会社本体をちょっと削って、で、お金を調達するって、それをですね、やると。で、一方、この投資家側ですね、お金出す側としては、何がいいのかっていうと、やっぱり成長すればですね、価値が上がると。だからマコナル社長に、お金を預ければね、その会社をものすごい成長させてくれて、で、株の価値がものすごい上がるんじゃないかって思えば、みんな出資したいって人がいるはずなんですよね。だから、そういうですね、有望な企業には、こういう投資したいよって人はいっぱいいるんですよね。むしろ、どういう会社と、出資を受け入れることでシナジーが生むかとかはすごい、普通は一般的にはすごい考えられたりとかします。なので、ダメな会社はもう誰もですね、投資したくないけど、いい会社はもう引っ張りだこですね。本当ね、例えば初期の Google とかね、みんな投資したがってたりとかね、最初のスタートアップ企業とかでも、もう成長することが分かっているような企業は、やっぱ大人気だったりとかします。で、デメリットとしては、株の価値がね、ゼロになれば、最悪出したお金は、ゼロになるっていうところが、最大のリスクとしてありますね。ただこれはですね、なかなかスタートアップのね、会社がダメになった場合はこれがあるんで、このリスクを取って、成長するかどうかっていうね、よりだから普通に株買うよりかは、普通にベンチャー企業に出すっていうのはよりリスクは若干高いけど、リターンもでかいっていうことですね。で、成長とともに、資金調達の金額は、増えていったりとか、成長企業がですね、増えていきますね。これマコナリ社長の会社だと、2017年にシリーズ A っていうのですね、最初の調達を2億円やって、で、2019年、去年ですね、これYouTube の動画でも出されてたんですけれども、10.8 億円の、資金調達してます。で、この時点で資本金が、確か3月末、2020年の3月末とかで11億円とかね、資本金まで成長してますね。で、さらに今回ですね、シリーズ C っていうので、18.3 億円の、資金調達をしてますってことで、すごいですよね。すごい勢いで調達してるんですよね。なので、かなり、すごい成長企業、むちゃくちゃ成長企業だと思います。で、次はそろそろ上場してもいいんじゃないかなみたいなね、なんか個人的に勝手な予想なんですけども、ただ上場がね、目的ってわけでは多分コナレ社長ないと思うんで、あくまでやりたいことですね、そのプログラミングの普及とかですね、みんなにこのサプライズをみたいな、そういうビジョンを達成するために、上場が必要であればきっとするんだろうなってイメージで、今すぐするかどうかって言われるとちょっとわかんないですけども、上場が目的ってわけでは多分ないんじゃないかなって、これ予想ですね。で、僕自身もね、このいろんなじゃないですか、エンジェル投資家、こういう投資する人をエンジェル投資家とか言ったりするんですけども、前もね、ちょっと動画出したんですけども、ゼッピーにですね、僕は出資してて、第三者割当増資をやってて、ゼッピーに対して、テレビ東京コムと僕がですね、お金を出して、新規に株を発行みたいなことを、やってます。ちょっと気になる人はですね、エンジェル投資やってみたっていうのを見ると、もうちょっと詳しく解説してます。で、なんで、資金調達をするのかっていうところなんですけども、これマコナリ社長の動画の中でおっしゃってたんですけども、やっぱ年間200%、300% をですね、目指していらっしゃるそうですね。すごいですよね。ものすごい勢いで成長してるんで、だからそうなってくると、やっぱプログラミングスクール、やっぱオープンしたての時はですね、やっぱお金ね、開業費とかバーンとお金出したり、広告費売ったりとか人集めたりとかして、人がね、プログラミングスクールに人集まるまで、資金回収できるまでやっぱ1年ぐらいは多分かかると思うんで、キャッシュフロー、お金がね、生むまでは。やっぱり2、300% レベルやるとですね、お金が全然足らないと思うんで、このペースやるにはダメなんで、このペースをやるには、やっぱり資金調達をするってことですね。で、今ものすごいアクセルを踏んでるっておっしゃっていたので、やっぱり市場がもう育ちきったところ一気に投資しても遅いんですよね。なので今、プログラミングのスクールの需要が拡大していくのでですね、それに一気にですね、アクセルを踏んで、今先に取っちゃおうっていう作戦なんだと思われます。なのでまだね、この普及してからお金投資するから先行投資みたいな形で、そこでですね、ブランディングとか一気にやる戦略なんだろうなと思いますね。年に 30% ぐらいの成長ならもう資金調達はしなくてもですね、全然いけるってことなので、10倍目指すとなるともうお金をですね、調達して、レバレッジをかけて、資金調達しながら行くっていうような感じです。で、これね、完全な予想なんですけども、コナリ社長の企業価値ですね、株式会社DIVの企業価値どんぐらいなんだろうみたいなね。これね、公開されてないんです。完全な予想なんですけども、18億円ね、調達しましたってことで、これ株を、さっき言ったみたいに何%発行して18億円調達したかっていうのが結構重要になるんですけども、それがわからないんですよね。わからないので、仮に、今回、20% を発行して、
したとすると、まあ、会社の価値は90億円とかですよね。これすごいですよね。で、10% の、会社株を発行したんだとすると、これ180億円ですね、会社の価値。だから株式会社ディブの時価総額みたいなイメージですよね。5%だとすると、360億円なので、だからこの辺20とか10、50% とか発行しちゃうと、マコナリ社長の持ち株比率がボーンと下がっちゃうんで、もう多分5%とか10%、この辺なんじゃないかなと思うんですけどね。だから今、100億から200億、300億とかぐらいの株式会社のデビューの価値があるんじゃないかなっていうふうに、いろんなですね、ベンチャー企業、後で紹介するんですけど、合意したベンチャー企業とかが算出してるんじゃないかなっていうふうに、予想してます。これ完全なる予想ですね。であと今マコナリ社長の持ち分っていうのもね、ちょっとわからないですね。動画の中でね、持ってる株全部売れば、10億だかね、100億だか、手に入るかもしれないみたいなことをおっしゃってたんですけども、持ち分もわからないし、会社のね、企業価値もね、なかなか算出でやっぱ企業価値上場してるわけじゃないので難しいんですよね。だから完全に人によっては全然評価が違うような状態なんですけども、そういう状態ではあるので、なのでこの18億円が調達したけど、借金ね、返済しないといけないんじゃないかとか、そういった感じではなくって、株を与えることで、その土地ですね、その持ち分を少し上げて、その代わり資金調達をして加速して、企業ですね、一気に成長させよう。そういうところはね、見えてきて面白いなと思いました。で、概要ですね、ちょっとプレスリリースが出てたので、紹介してみたいと思います。で、株式会社ディブのですね、プレスリリースが出ていて、日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプを運営する株式会社ディブ18.3億円の資金調達を実施って書いてあって、で、よく見るとね、第三者割当増資及び金融機関からの借り入れって書いてあるので、金融機関の借り入れも入ってるみたいですね。内訳はちょっとわからなかったんですけども、なってます。で、どこっていうのは、この、いっぱい会社があって、このベンチャーキャピタルとかね、いろんな森トラスト株式会社とか、ウィーン。で、ここ2社がですね、商工中金のキラボ銀行からお金を借りてるっぽいですね。なので、この2社は銀行からお金を借りて、多分18億円の中の一部だと思うんですけど、借りて、で、あとは上は、株をですね、出資してるみたいですね。この森さんって方は多分、株式会社一休っていうね、ホテルの予約を立ち上げられた上場企業の社長さんだと思われます。で、そういったところから調達して、11社でですね、18億円なので、1社あたり多分、平均すると1億超えるぐらいのですね、資金を調達っていうことで、ちょっと僕はこの規模だとね、ダメなので、本当にそのシリーズ A の前ぐらいの段階からですね、ちょっと投資するっていうのをやっていきたいなっていう感じで考えてはいますが、もうかなりですね、上場の一本前ぐらいの感じだと思います。で、じゃあ一体18億円何に使うんじゃいみたいなところで、見てみると、教育コンテンツの開発、人材の採用育成、プログラミングスクールの教室を増やす、あと、認知拡大のためのプロモーションへの投資って書いてありましたね。だから今回のこの YouTube 動画も実は、プレスリリースと同時にやっぱりこの、プレスリリース打って会社のコーポレートサイトに打って YouTube でもね、広告するっていうことで、これ相乗効果が見込めるんで、うまい戦略だなと思いますね。で、YouTube の方はよりライトに、見てる人がですね、こんなに社長の、見てる人たちに対して分かりやすくですね、解説するっていう目的なので、むっちゃ噛み砕いて、ふわっとした感じで解説されてるんですが、こういうね、プレスリリース合わせることで、すごい広告効果ってむちゃくちゃでかいんだなと思いますよね。YouTube ね、このように社長の動画平均的に、2、30万回ぐらいは普通に回るんで、それだけ見られるっていうことなんですね。そんだけ資金調達したよって、この会社大きいんだよっていうね、広まってすげえ、うまい作戦だなと。だから、プレスリリースに合わせてリリースしてるから朝9時とかね、それに合わせて同時リリースなんですよ。だから新たな試みで、これも多分データ取ってるはずなんですよね。今回のやつがどれぐらい効果があったかとかね、多分やってるはずで、やっぱ考えてることすげえなとか思ってしまうわけですよね。ということで、もう一回復習なんですけど、この動画、マコナリ社長の、18.3 億円のどうでもいいよねって動画とか、会社員、僕がね、マコナリ社長の動画で、解説させていただいているやつとか、この動画2つぜひですね、概要欄から見てみてください。ということでまとめなんですけれども、マコナリ社長はですね、18億円の資金調達しました。会社がですね。で、株を発行することで、大きなですね、資金を調達することができると。で、返済もいらないっていうことがあって、メリットはですね、むちゃくちゃある。でも会社のですね、その持ち分は、株の持ち分がどんどん減っていってしまう。それがデメリットですと。
で、実は YouTube のね、小成社長のチャンネル伸びまくって、YouTube すげえな、みたいなことを思ってる方、すごいいらっしゃると思うんですけども、それはね、むちゃくちゃすごいんですけども、実は、小成社長の会社の成長力の方がですね、ものすごいえげつない成長をしてまして、そっちの方がね、すごいなっていうのがすごいあります。なので、小成社長のですね、もう会社の人とかもね、何人かとこう、仕事させていただいたりとかね、何人か取締役の、執行役の方とかね、知ってたりするんですけども、やっぱズバ抜けて優秀な方多いですね。ビビりますね。むっちゃ優秀な、社員さんが多くて、すごい、僕も YouTube 一緒にコラボさせていただいた時とか一緒に対応してくださった方とかね、むちゃくちゃすごいですね。こんなすげえんだ、みたいなね、思いました。なので、一人一人がこういうすごい、実力をですね、兼ね備えながら人のね、拡大ペースが、100人、200人、300人、もう400人、500人とか行こうとしてるんで、いや、なので、ここからどうなんだろうなっていうのね、すごい楽しみだなと思ったりとかしてます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。最後、もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとかわかりやすく解説してるんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、SNS とかでシェアしていただいたり、友達に教えていただくと嬉しいです。またね、Twitter とかやってますね、フォローお願いします。あと、インスタと Facebook ページもですね、概要欄から登録お願いします。あと、LINE 後で不動産調知のチェックリストプレゼント中ですので、よかったら登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイは。ちょっとおまけでですね、マコダリ社長は口を滑らした予想。これなんだっていう動画ちょっと見ていただいた方がいいと思うんですけども、動画でね、機密情報を喋っちゃってるんですよ。これなんだろうなと思ってね、むちゃくちゃ考えたんですけどね、なんだろうってね、予想。お金がないというと語弊がありそうなんですけれども、実はむちゃくちゃお金あるんですよ、みたいな、いくらぐらいあるんですよ、とか言ってるのかな、みたいなね、気がちょっとするのと、お金がいくらあるっていうのか、あと、お客さんが来るために利益が出ることが分かってるって言ってたんで、多分一人当たりの顧客単価とかと、あと獲得の広告費用とかね、そういったところは、例えば、広告をこれだけ打つと、これだけ利益が出るとかですね、あと、これだけ潜在的な需要があるから、これだけ資本をね、入れると、利益が出るとか、そういったことかなとかちょっと思ったんですけど、なんですかね。皆さんちょっと分かったらコメント欄書いてください。わかんないですけど。もう一個私がなんで資金調達を今回したかというと、口を滑らした秘密情報。なんだろうね。これうまいっすよね。これやることで興味を持たせるみたいなね。完全にカットするわけではなくって、あえてこうやって興味を引くみたいなね。これもまこなりテクニックですよね。すげえなと思って。実は全然ね、もしかしたら全然違うこと言ってるかもしれない。今日はナッツを3つ食いましたとかね。そんなのないと思うんですけど。なので、こっちもね、なんで資金調達をしたかっていうと、CFO って書いてあるんで、チーフファイナンシャルオフィサーだから、資金調達に関係することなんでしょうね。そういったところで結構面白いこの動画なので、概要欄からぜひ見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。